どうもいつもお世話になっております。抜け丸です。今回は、クルーザー旧霊式4層後半の解説動画です。ギミックの説明は、流れを把握しやすいように、このような図解を交えながら進めていきます。後半のマップは、5つの円形フィールドが五角形状に並んでいます。最初に載っている島は、基準島と呼ばれ、Gマーカーが置かれることが多いです。この解説では、基準島の隣を基準島の左島、基準島の右島、北側にある2つの島を北の左島、北の右島として説明していきます。また、各島の端にある移動ポータルを踏むと、隣の島へ移動できます。ただし、移動後には再使用禁止のデバフがつき、すぐには再移動できません。それではよろしくお願いします。後半開始直後、前半でリソースを温存できていれば、60秒バーストを開幕に使いましょう。ボスのオートアタックはヘイト1位と2位に飛んでくるため、ST はスタンスを入れておきましょう。クエイガ。これはヒーラー対象の頭割り攻撃です。MT 組は基準島の左島、ST 組は右島で、それぞれ44頭割りを行います。魔法。5人に青マーカーがつき、詠唱完了後に対象の人がいる島に魔法攻撃が来ます。この攻撃には、非魔法ダメージ増加デバフがつくため、同じ島に対象者が2人以上いると即死します。対象者は各島に1人までということですね。同時に、各島の背後からファンネルが出現し、島の半分に反面攻撃が来ます。まず、クエイガを受けた後は左右の島でボスの方向を向き、横一列に整列して青マーカーがつくのを待ちます。青マーカーは MT 組、ST 組のどちらかに3人、もう片方に2人という形でつきます。マーカー対象者の動き方ですが、3人ついた側は、基準島に近い人は基準島へ、真ん中の人はその場に残り、基準島から遠い人は北の島へ移動します。2人ついた側は、基準島に近い人はそのまま残り、もう1人は北の島に移動します。これで対象者5人が5つの島に分かれる形になります。マーカーがついていない人は、その場で待機で OK です。その後は、忘れずに後方のファンネルの反面範囲を回避してください。後方にカメラを向けなくても赤い線が出ているのでそれで左右を判断してください。では、実際の映像を見ながら先に進みましょう。魔法後、タンク以外は基準島へ戻ります。ちなみに、後半で LB3 を2回撃つ場合、この魔法から次のタンク強攻撃までの間が1回目の LB3 のタイミングです。総打撃。ヘイト1位と2位の人に強攻撃が来ます。タンクは基準島の左右の島で受け、他の人は基準島で待機します。強攻撃を受けたら、タンクも基準島へ戻りましょう。外周一色。ボスの周囲にある巨大なファンネルが回転し、円範囲、またはドーナツ範囲の攻撃をしてきます。見分け方はファンネルが内側を向いているか、外側を向いているかです。同時に、ボス本体からは左右の反面攻撃も来るため、両方のアンチを確認して避けましょう。反面攻撃は、剣を持っている側から来ます。これはドーナツ範囲のパターンですね。円範囲のパターンも見てから先に進みましょう。範囲攻撃を回避した直後に、再び魔法が来ます。MT 組は基準島の左島、ST 組は右島に移動し、整列してください。青マーカーの処理の仕方は1回目と同様です。ファンネルからの反面攻撃も同時に来るため、忘れずに回避してください。ちなみに、基準島の左島、右島に44で分かれることを、クエイガ3回と呼びます。クエイガ2回目。MT 組は左島、ST 組は右島に集合して44頭回りをします。クエイガが終わったら、全員基準島に戻りましょう。5時2戦。ランダムで人がいる島を1つ選んで、島を破壊する攻撃です。詠唱前に全員で基準島に集合し、詠唱で対象の島が確定したら、MT 組は左島、ST 組は右島へ移動します。移動先の島では、タンクがその場に残り、他の人はさらに奥の北の島へ移動しましょう。風神のマイン。詠唱開始で、タンク1人と、タンク以外の1人に頭上マーカーがつきます。このマーカーは、タンクには巨大円範囲、タンク以外の人には頭割りが後々きます。詠唱完了後、ヘイト1位のタンクがバインドされ、
そのタンクの島を中心に巨大扇ハンニが来ます。タンクは、基準島の左右の島で処理してください。ST にマーカーがついたパターンのアニメーションです。タンク以外の人は、マーカーがついたタンクの隣の島に集合します。ヘイト1位はバインドされて巨大扇ハンニ、マーカー対象のタンクには巨大円ハンニ、他の人には頭割りが来ます。では、タンク視点でそれぞれの動きを確認してみましょう。まずは、マーカーがついた MT 視点です。ST が挑発してヘイトを取っているので MT はヘイト2位です。他のメンバーは MT 側の島に集まっていますね。巨大円ハンニが来るので、他の人側には寄らないようにしましょう。次に、マーカーがつかなかった ST 視点です。詠唱が始まり、マーカーがつかなかったのを確認して挑発し、ヘイト1位になります。その後、バインドされて、巨大な扇ハンニが来ます。先に進みます。マインの後は、図のようにペアで各島に3回しておきましょう。風浪陣。4つのすべての島に2人用の塔が出現します。先ほど待機していたペアで塔を処理しましょう。塔の着弾後、DPS はすぐに隣のタンクヒラがいる島へ移動してください。マロウ戦型、天覧の村。塔に入っている時に詠唱が開始されます。この詠唱完了後から、移動ポータルの再使用禁止デバフが7秒に延長されます。ですが、塔の着弾後すぐに移動すれば、デバフが延長される前に渡りきれます。ほら、このように。私だけ遅くて7秒。だけど、実際は7秒つけてしまっても、落ち着いてやれば間に合います。ただし、焦って塔の着弾前に移動してしまうとワイプになるので、タイミングには十分注意してください。ちなみに、移動ポータルが赤くなっている状態で使うと、7秒間の再使用禁止デバフがつきます。それが暴風撃。詠唱開始と同時に、ボスからランダム1人に受け渡し可能な線がつきます。詠唱完了時、線の対象者を中心にペア頭回りが派生し、足元にはドーム型のハンニが設置されます。同時に、ボスに最も近い人のいる島に対して、もう一つのペア頭回りが来ます。このセットが計4回繰り返されます。最初の線は、タンクヒラが取りましょう。線を取りやすくするため、タンクヒラが前、DPS が後ろに立っておきます。線がついたら、DPS は先ほど塔を処理した島へ戻ります。線がついた人は、外周側で頭割りを受けます。同時に、線の対角の島の人がボスに近づくことで、近い人に来る頭割りを誘導します。他の人はご誘導しないように中間地点にいましょう。線を持っている人は、頭割り後に隣の島へ移動して線を渡します。線を受け取る人は、移動ポータル前で待機し、すぐに線を受け取ってください。線を受け取った人は、再び外周側で頭割りをし、その対角の人がボスに近づいて近い人に来る頭割りを誘導します。この処理を、計4回繰り返します。ちなみに、線の受け渡し役と受け取り役に明確な決まりはないそうです。このアニメーションでは、近接ジョブが線の受け渡しに動いています。もちろん、手を2人で一緒に動いて受け渡しに行くのも問題ありません。ただし、受け渡しに関与しない人が線を強奪しないように注意してください。すべて終わったら、復活した基準島に全員戻りましょう。では、D2 視点の実際の映像を見ます。線が ST につきました。DPS は元の島に戻ります。ST が線なので、近づく誘導は D1、D3 です。他の人はご誘導しないように島の中央に位置します。ST ペアに頭割りが着弾しました。線を受け取るために、ST 側のポータル前で待機します。線を受け取ったら島の外周で D4 とペア頭割りをします。頭割りが着弾したら、隣の島に線を渡します。ポータルで移動したら、そのままポータルに乗ったままで問題ありません。デバフが切れたら元の島に戻ります。すぐに近づく誘導をやるので、ボスに近づきます。頭割りが着弾したら、基準島に戻りましょう。次も D2 視点ですが、MT 側から線がついた映像を見ます。今回は止めずに等倍速で流します。ここの近づく誘導は、ポータル再使用禁止のデバフが残っている状態で処理することもあり、かなりギリギリになります。そのため、ここの事故を防ぐために、最初の3回位置を変える方法もありますのでご紹介します。具体的には、ルクレさんの動画のように、塔を左端の島から順に記載のペアで踏むように3回を変えるといいかもです。メリットは7秒デバフがついていないので、自分の島にすぐ戻れます。もし、間に合わない事故が頻発するようなら、参考にしてください。声が襲来。
回転同地。各島にこの順番で予兆が表示されます。内側アンチ、外側アンチ、内側アンチ、ドーナツ範囲、直線範囲。予兆の種類と順番は固定ですが、開始位置と回転方向はランダムです。予兆の表示は最初の1回だけですが、隣の島で派生した攻撃を見ることで、次に来る範囲が予測できます。また、毎回後方のファンネルから反面攻撃も来ます。そのため、基本的には島の中心ラインで待機し、後方から来るファンネルの反面攻撃を確認してから、回転してくる次のアンチに移動するようにしましょう。そのように動かないと、直線範囲の時にアンチに間に合わない場合があります。では、実際に見てみましょう。一番注意するのは直線範囲です。島の中心ラインに立ち、ファンネルの反面攻撃を確認してから回転してくるアンチに移動しましょう。そうしないと、直線範囲のアンチに間に合わないことがあります。クエイガから魔法。クエイガの3回位置に移動します。2分バーストをします。クエイガが終わったら、整列をして魔法を処理します。総打撃。タンク強攻撃です。他の人は基準島に移動しましょう。タンク強攻撃が終わったら、次のギミックの準備として、図の位置に移動しておきましょう。マロウ線形、呪人の層。この詠唱完了後から、ポータルの再使用禁止デバフが7秒に延長されます。コロヨの呪い。タンクヒラと DPS がペアになるように、2種類の線がつきます。青線、離れていないとペナルティ。緑線、近くにいないとペナルティ。その後、各島に塔が出現します。塔の出現パターンは2種類あり、北の島が入れ替わるだけです。このギミックでは、線の状態を維持しながら、人数通りに塔に入る必要があります。この動画では、アリス式と呼ばれる処理方法をご紹介します。まず、各島にあらかじめこのように3回し、線がつくのを待ちます。線がついたら、線の色を確認し、図のルールに従って移動します。ヒラは基準島から動きません。タンクは、緑線がついたらボスを見て左の島に、青線がついたらボスを見て右の島に移動しましょう。DPS は、緑線は縮めるように移動し、タンクと青線がついたらそのまま、ヒラと青線がついたら伸ばすように北の島に移動します。この状態で塔の出現を待ちます。塔が出現したら、そのまま自分の島の塔に入ります。ただし、北の島だけは要注意です。出現した塔の本数によって入る人が変わります。ですので、北に出現した塔を見て、2人用の塔には緑線のペアが、1人用の塔には青線の DPS が入ってください。塔が終わったら線も解除されます。では、アリス式の実際の映像をいくつか見ていきましょう。まずはヒラ視点です。ヒラは、基準島に待機し、線がつくのを待ちます。どの線がついても、ヒラは移動しなくて OK です。そして塔の出現を待ちます。基準島には必ず3人用の塔が出現するので、そのまま塔に入って処理します。次に、タンク青線視点です。タンクは北の左島に待機し、線がつくのを待ちます。青線がついたので、ボスを見て右の島へ移動します。青線はペナルティを受けないように、タゲサの内側の線より外にいましょう。移動先には必ず1人用の塔が出現するので、そのまま踏んで処理します。続いて、DPS 緑線視点です。DPS は基準島の右島に待機し、線がつくのを待ちます。緑線がついたので、線を縮めるように北の右島へ移動します。塔の出現を待ち、緑線のペアで2人用の塔に入りましょう。最後に、タンクと青線がついた DPS 視点です。DPS は基準島の右島に待機し、線がつくのを待ちます。タンクと青線がついたので、その場で待機し、塔の出現を待ちます。青線はペナルティを受けないように、タゲサの内側の線より外にいましょう。
ここにも必ず一人用の塔が出現するので、そのまま踏んで処理します。外周移植2回目。1回目と同様に、円またはドーナツ範囲に加えて、ボスの反面攻撃が来ます。直前の塔処理で各自が島に散っている状態なので、自分の位置からボスを見て、反面攻撃を回避する必要があります。また、この時はポータルの再使用禁止デバフが7秒になっており、このギミック中の姉妹道は1回に制限されます。特に注意したいのはボスとの位置関係です。このボスの反面ちょっといやらしくて、この画面だと、こういう風に反面が来そうじゃないですか。でも違うんです。ボスが体をひねっていて分かりにくいんですけど、影差の正面を意識すると範囲が見えてきます。そして、正面の島はどちらの反面でもアンチが残るため、側面にいる人は迷ったら一度正面へ移動するのが安全です。背面にいる人は、反面の向きをしっかり見て、左右どちらかに回避しましょう。背面が意外と難しいので、背面視点も見ておきましょう。ボスのターゲットサークルに切れ目がないため、自分が背面にいるのか分かりにくい場合があります。ですが、光っている剣が自分の正面に見えたら、そこは攻撃が来る危ない島です。また、このギミック中は姉妹道が1回のみのため、背面にいる場合は背面側の2つの島だけで回避しなければなりません。剣が目の前に来て危ないなと思ったら、左右の島を確認し、影差の側面マークがない方の島に移動しましょう。魔法。最後の魔法は、MT 組と ST 組がばらけている状態で来るため、雰囲気で処理すると事故の原因になります。そのため、ここでは処理方法を明確に決めておくことが大切です。この動画ではやや雰囲気で処理していますが、クエイが3回の形に整列して処理する方法が安定します。外周一色が終わったら、すぐに C マーカーを基準に MT 組、ST 組で左右に分かれ、整列して青マーカーがつくのを待ちましょう。そこまでいけば、普通の魔法の処理になります。ただし、ポータル使用の注意点が2つあります。青マーカーがつくまでにポータルは最大2回までしか使えないということと、外周一色の直後にポータルが赤の状態で乗ってしまうと、再使用禁止時間が7秒になってしまうことです。必ず、ポータルが青に変わってから移動するようにしましょう。8連光弾、5時 2000×5。魔法が終わったら、全員で基準島に集合します。このフェーズでは、人がいる島のどこかにランダムで大きな塔が出現し、そこに向かって8連続の頭割り攻撃が来ます。さらにその後、5時2戦でその島が破壊されるため、事前に集合して塔を誘導する必要があります。塔の出現を見てから集まるのでは間に合わないため、あらかじめ集合しておくのが重要です。また、5時2戦で島を破壊するごとにボスにバフがつき、8連光弾のダメージが段階的に上がっていきます。そのため、軽減の順番や使用タイミングの相談が非常に重要です。よくある処理順として81128という数字があります。これは頭割り人数や無敵の受け方を表しています。8人で頭割り、MT 無敵、ST 無敵、タンク2人でバフ受け、最後全員で頭割りという受け方になります。最初の塔は8人で頭割りをします。とても痛いのでしっかり軽減してください。5時2000の映像が見えたら即移動しましょう。2回目は MT が無敵受けをします。無敵を使用する MT 以外は、塔の出現を見たら移動しましょう。また、この2回目の塔は、薬バーストのタイミングです。3回目は ST が無敵受けをします。無敵を使用する ST 以外は、塔の出現を見たら移動しましょう。4回目はタンク2人でバフ受けをします。バフで受けるタンク2人以外は、塔の出現を見たら移動しましょう。最後の5回目は8人で頭割りをします。倒しそうだったので、ちょっと初回クリア時の映像を付け足します。後半でワイプすると前半からやり直しです。そのため、無駄なワイプを避けるためにも、あらかじめしっかりと予習しておくことが大切です。よくあるミスについては、概要欄にまとめておきますので、同じようなミスをしないためにも、ぜひ参考にしてみてください。ご視聴いただいている皆様が、
無事に踏破できますように応援しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上で今回の解説を終わります。もしこの動画がお役に立てたら、高評価とチャンネル登録していただけると、次回動画作成の励みになります。よろしくお願いします。